はい、皆さんおはようございます。いやー、今日もね、雪が積もりました。朝のね、9時です。実はね、7時頃にもう来てまして、もう雪がね、積もってるの分かってたんで、ユンボでね、ちょっと駐車場の方を除雪したりとか、そのね、後ろの方、雪をね、ちょっと嗅いでました。で、ようやくね、車の方も止めれて、準備が整いましたので、撮影の方を始めてるんですが、今日はね、またねちょっと道具の方いただきましたので、そちらのご紹介の方していきたいと思います。いやー、それにしてもね寒い。今ねマイナス2度です。はい、暖を取らないとねちょっと厳しいです。で、去年作ったこのね丸太小屋の作業場ね、屋根、昨日のね夜も1回見に来たんですが、だいたいね20センチぐらいだったかな、積もってました。でもね屋根はね無事でした。雪がね積もって結構ね、前回作った時にコメントでね、それだとね雪で潰れますよとかね結構言われてたんですが、なんとかね無事持ってます。このね梁というかね、これもね、たわんだりすることもなくね、しっかり持ってます。あまりちょっとねたわむようだったら真ん中にねもう一本こう縦に梁を渡してね下から支柱で、支えようかと思ったんですが、そこまではね必要なさそうです。20センチぐらいのレベルではね大丈夫かな。物置の方もね、こんな感じ、結構積もってますけどね、全然大丈夫です。中の方もね。はい、でね、本題のね今日ご紹介するのはねこちらになります。はい、エンジン式高圧洗浄機。ピンときた方もいるかと思いますが、前回ねウッドチッパーでご紹介しましたガイドウ様から、新しいねエンジン式高圧洗浄機、こちらをねご提供いただきました。私コメントの中でね高圧洗浄機欲しいなって言ってたんですけどね、これねレビューしてくださいということでね送ってもらいました。ありがとうございます。で、今回いただいたのはねエンジン式のもちろん高圧洗浄機なんですが、マックス19メガパスカルということで、相当強いです。で、4ストロークのね、エンジンを積んだものになりますんで、こちらねエンジン式になりますんで、ガソリンさえあればもう電気がなくてもどこでもね洗浄ができます。水があればね、川のね、水を汲み上げたりとか、私みたいにね、薄いタンク、あれをね、使ってる方はこのままね、使うことができます。今ね覗いたら500リッターね、満タン入っております。で、水もね今ちょっと凍結してたのでね、ホースの中今、開通させましたんで、使えるようになりました。で、これでね今日早速ちょっと高圧洗浄機どれぐらいの威力あるかね、組み立てからね、ちょっと撮影の方していきたいと思います。じゃあまずねちょっと開封の方していきたいと思います。はい、じゃあね、今開封しました。これがね本体、あとこれがハンドルですね。あとノズルとかがねいろいろついてます。あとホースと、タイヤね、あとガンとね、あと周辺のね、組み立てに使う小物。あとこれはね、おそらく自給用ホースですね。ため池とかね、川とかそこからね水を吸うためのフィルターと、ホースが入ってます。はい、こんな感じですね。で、取扱説明書ね、ちゃんとついてきてますんで、まずねちょっと組み立ての方を簡単にねしていきたいと思います。はい、一応ね、内容物ここに全部ありますんで、揃ってるのを確認してね、あと組み付けの方をね、していきたいと思います。ここからですね。はい、じゃあこちらね、順番に組み付けしていきます。はい、それじゃあね、一通り組み付けの方終わりました。このガンとね、あと高圧ホース
と、あと足ですね、キャスターの方ね、取り付けました。もうそれだけで終わりです。じゃあ、あとね、エンジンオイルの方入れていきたいと思います。はい。で、エンジンオイルはね、ここ、4ストローク用のね、ガソリンエンジン専用オイル、硬さがね、10W30 または 10W40 となってますんで、はい、これですね。で、今日はね、家にね、あった 10W40 をね、組んできました。1リッターぐらいね。で、実際に使うのはね、0.6 ってなってますんで、0.6 入れて、あと微調整ですね。ゲージを使って、微調整ね、して、これでね、この H のね、ハイの位置までとなっておりますんで、そこまで入れておきたいと思います。はい。それじゃあね、今エンジンオイル入れました。実際ね、600はね、入んなかったですね。0.6 は入んなかったかな。これでね、1リッター組んできて、残りがね、550ぐらい余ってますんで、まあ 0.5、まあ 0.45 リッターぐらいかな。は入りました。まあちょっとね、個体差はあると思いますけども、4ストロークのエンジンオイル、これはね、ちょっと入れ物違うんだけど、中にね、今回ワコーズの、プロステージね、バイク用ですけど、それをね、組んで入れてあげました。安いので大丈夫だと思いますけども、一応ね、中華製のエンジンなので、まあそこそこね、いいやつ入れといた方が、まあ安心はね、できると思います。はい。じゃあね、今規定値まで入れましたんで、早速ちょっとね、エンジンをかけて、あと水道ホースね、これつなげます。で、今ね、気づいたんですけども、水道ホースがね、これなんですよ。ついてくるのが。で、こっちはね、よくあるクイックカプラーなんですが、私がね、水道で引っ張ってるのが、このホースです。はい。このタイプのね、クイックカプラー、一般的な日本製のクイックカプラーですね。これをね、あちらの500リッタータンクから引っ張ってるんですが、これにはね、はい、こんな感じでね、入ります。入るんですが、ちょっとこれね、難点がありまして、大体ね、長い水道のホースとか、ああいうものっていうのをね、こういうクイックカプラー使ってますね。家の水道の延長ホースとかね。まあそういったものはこういうのを使ってると思います。で、実際これですと、これは入れれるんですが、これ実際はね、ついてきたホース、先端こういう風になってます。持給用ホースのフィルターにつながるネジになってますね。なので、一番いいのは、これ。これをね、もう一個ホームセンターで買ってきて、両端をね、このクイックカプラーの、まあメス側っていうかな。これにしてあげるとね、もうダイレクトにこういう風に接続できますんで、まあちょっとそこはね、工夫した方が早くなるかもしれないです。ちょっとね、私今日ね、今開封したので、それ分かんなかったんですが、まあちょっと後ほどね、このメス側のクイックカプラーね、何百円で買えますんでね、それを買ってきてすぐ使えるようにね、改良したいと思います。ちなみに持給ホース、つなぐ場合はね、これ、このフィルターを使えってなってますんでね、はい。これをね、こういう風な感じで入れて使うものですね。はい。これね、ため池とか、ため水ね、川とか、から汲んだりするとき用の、フィルターになります。今回はね、ちょっとこれ使いませんので。今ね、物置の中探したらね、ありました。これ。言ってたのがこれ。メスね。メスがね、左右ともついてる。左右ともついてるやつね。これがね、一般的なホースになりますんで、これをね、準備した方がいいと思います。ケリハーとかね、使ってる方もね、大体これ使ってると思いますんで、私これね、電動式の高圧洗浄機ね、コンセントで挿すタイプの、ヤマレッジも使ってるんで、それをね、これで使ってましたんで、これをね、今回使いたいと思います。
はい、じゃあ今ね、水道ホースつなぎましたんで、試しにまずね、エンジンからね、かけてみたいと思います。はい、今ね、試しに試運転してみましたけれども、いやー、これね、思ったより強いですね。19メガパスカルって、市販の、エンジン式高圧洗浄機の中ではかなり高い方です。これね、19メガ。で、このガイドウさんはね、19メガの他に24だったかな、マックスで、あります。それはさらに強いです。そこまで必要かってなるとね、なかなか普通の家では使わないんですが、ああいう重機とかね、農機具とか、そういったものであればね、そういった方が汚れは落ちやすいかなと思います。で、19メガパスカルも相当強いです。で、ひとまずね、ちょっと、今からね、ちょっといろいろ洗ってみるんですけれども、ノズルがね、いろいろついてます。今ね、つけたのがこの赤いやつ。で、これ直噴ノズル0度ってなってますね。まっすぐにね、プシャーっといくやつね。あと、これが拡散ノズル15度ですね。あと、こちらがね、白いやつが40度。ちょっと広範囲にね、こう、噴射するタイプですね。あと、これがね、洗剤用散水ノズルってなってますんで、これはね、勢いがないやつですね。穴も大きいですしね。はい、こんな感じで。で、洗剤をやるときは、ここにね、洗剤用のホースを差し込んで、これはホースね、付属してますんで、このホースをここに差し込んであげて、ここね、そしてこれをね、フィルターの部分を洗剤に入れてあげると。そうすると、ここから一緒に洗剤がね、出てくるみたいです。ちょっと今日はね、洗剤ないのでやらないんですが、洗剤とね、一緒に併用することも可能ですので、一般的な高圧洗浄機のね、結構ハイレベルなやつだと、洗剤をね、一緒に出すっていう機能もついてますんで、これもね、可能です。じゃあ試しにね、今0度ついてるんで、0度だとね、ちょっとやりにくいので、15度かな。この15度。これと、あと、一回全部試してみましょう。40度とね、あと洗剤用ノズル。これ試しにね、やってみます。
はい、いかがでしょうか。この鉄板の上ね、一気に綺麗になりました。今まで使ってたね、電動のね、コンセントのタイプの、高圧洗浄機ね、使ってたんですが、あれでね、多分ね、10メガパスカルぐらいかな。この鉄板4枚敷いてあるんですが、これを掃除するのにね、ちょっと時間が結構かかりますけども、このエンジン式洗浄機19メガパスカルはね、めちゃくちゃ早い。あっという間です。今の時間でね、もうあっという間にね、綺麗にできました。いや、ものすごい威力です。で、今回ね、ガイド様の方からいろいろとね、オプション品の方もいただいておりますので、ちょっとそちらの方をつけていきたいと思います。まずこれ、ノズルなんですが、可変式ノズルになってます。角度が変えられるやつね。これとね、はい、あとはね、これ。ターボノズルって書いてますが、俗に言うサイクロンジェットノズルですね。はい。なんか結構ね、ずっしりして重いんですが、これがね、くるくる回ってね、洗浄力めちゃくちゃ強いやつ。車とかにやるとね、塗装が剥がれるくらいのね、威力があります。で、これはね、こういった重機の洗浄とか、あと、例えばこういった木のね、皮を剥いだりとかね、そういう時にね、使ったりします。これはね、オプションになります。でもこれはね、ちょっとせめて標準装備にしてほしかったかな。ケルヒャーとかね、買うと大体ついてきますんでね。ただこれ別売り品になります。あとはね、これ。ミニのガン。これ小さいね、ミニタイプのガンですね。はい。これもね、いただきました。で、これにはね、それぞれこういったガンのね、ノズルが、さらにね、種類が多く入ってますんで、これもね、ちょっと試しに使ってみたいと思います。で、このミニタイプのガンにね、付属してくるのがね、これがあります。はい。これ何かというと、これノズル1個でいろんなパターンをね、使えます。こう回してね、5個かな ?5 個のパターンがありますね。0度、15度とね、25、40、65度ということでね、いろんなパターンがね、これ1個でできるという優れものになります。これね、ショートガンノズルの方に一緒についてきますんで、これもね、試してみたいと思います。あとはね、これ、延長ホース20メートル。で、こちらの高圧洗浄機標準はね、10メートルのホースです。で、重機とかね、例えばですけど、家で使いたいときね、家の外壁洗いたいとかってなると、10メートルじゃ届かないときがあります。ちょっとね、家で車洗うときもね、結構ギリギリなときがあります。その時にね、この20メーターホース、これがあると2倍届きますんで、これめちゃくちゃ重宝すると思います。で、今回は、はい、20メーターホースね、2つセット。で、これはね、実はね、40メーター延長ホースっていうのが売ってて、それがこれになります。で、40メーター延長ホースを使う場合は、これね、これでね、ここにつけて、延長することができます。これがね、2つ入ってるんですね。なので、これを2つをつなげば、20メーター、20メーターで40、あと純正のね、10メーターホースつなげば、50メートルということになります。ただね、メーカーさんの方から50メートルだと、ちょっとね、持久ホースが厳しい場合があるっていうことでね、言ってましたけども、これでね、50メーターまでは最長伸ばすことができます。ので、水がね、ここにしかないので、向こうでね、ちょっと重機洗いたいなとかいう時に、向こうまでね、40メーター、50メーター引っ張って、そこで洗うことができます。エンジン式なんでね、圧力はそこまで下がらないとは思うんですが、こういったものもありますんで、よろしければね、概要欄の方見ていただければ、自分の使う用途によってね、ちょっと長さが足りないなっていう場合は、20メートルと40メートル2種類売ってますんで、40メートルを買うと、こういうふうに、コネクターとね、あとホース、2つね、20メーター2つなので、これ使いやすいね。40メーター1本じゃないので、20メーター2本なので、これはね、使いやすいと思います。20にしたり40にしたりね、変えれますんで、あともうこれを使って、もう標準仕様を20メートルだけにしたりとかね、そういった使い方もできますんで、これね、結構おすすめです。はい。じゃあちょっとね、ガンのノズルの方をね、試してみたいと思います。最初にね、サイクロンジェットノズル、一番強いやつね、あれ試してみたいと思います。
はい、今ね、何をしたかというと、試しにね、この純正の 10m ホースから、20m 延長ホースを2本つけまして、こういったね、カプラーがちゃんとコネクターがついてきますんで、で、40m ね、20、20の40。で、先ほど言ってたショートガンノズルに、これね、このノズルをつけて、試しにね、どれぐらいの威力、50m 延長してね、どれぐらいの威力出るか、試してみたいと思います。うわ、やっばこれ。はい、いかがでしょうか。今ね、50m 延長ホースをつけての使用なんですが、使った感じはね、圧力は変わらないと思います、ほとんど。ほとんどね。で、実際測ってないのでわかんないですが、体感的にはね、ほとんど変わらないです。めちゃくちゃ強い。なので、50m 延長してもね、向こうとか、向こうの方でね、洗えちゃうわけですね。で、沢がちょっと遠い場合にも、沢の方に洗浄機械をね置いといて、そこからホースを伸ばせば、十分ね例えば農機具とかねトラクターとか、こういった重機とかがね洗えちゃうわけなんですよね。これすごい。40m って言ってもね、先ほど言ったように 20m2 つなので、使い道はねぐっと広がりますね。20を使ったりね、40にしたり、あとは30、50っていう組み合わせもできますんで、そういった感じでね、適度な長さでやってみればね、結構使えると思います。じゃあ皆さんね、ちょっとお待ちかねかと思いますんで、この湯もね、今ね、どんな感じかというと、はい、泥がびっしり詰まって、もう凍ってます。なかなかね、普通の、電動の、コンセントタイプの洗浄機では落ちません。私いつも使っているのだとね、ここぐらいちょっとぎっしり詰まっちゃうとね、なかなか落ちない。落ちるんですが、かなり時間かかります。で、今回それをね、エンジンの洗浄機、今回19メガパスカルを使って、どれぐらいのね、汚れが落とせるかっていうのをね、実際にやってみたいと思います。ひとまず 50m 延長ホースプラスノズルはねちょっと純正に戻して、先端がこうクイってね可変するタイプのノズルとか、サイクロンジェットノズルを使って、下回りとかもね綺麗にしたいんで、そんな感じでねちょっと使ってみたいと思います。
はい、いかがだったでしょうか。ユンボはね、めちゃくちゃ綺麗になりました。はい、こんな感じです。で、この下回りね、結構ノズル入りづらいんですけど、可変ノズルのおかげでね、下までね、綺麗に洗うことができます。あとはね、車とかもね、下回りの洗浄したい時とかね、ああいった可変ノズルあるとね、結構便利かなと思います。オプションの、サイクロンジェットノズル、あれもね、かなり使えます。まあ、標準仕様にね、してもらえれば一番いいんですけども、まあ、オプションとして売ってますんで、おすすめはね、サイクロンジェットノズルとね、あと、可変ノズルね、ノズルの向きを変えられるやつね。あれはね、結構おすすめですんで、まあ、一緒にね、購入された方がよろしいかなと思います。はい、あとはね、この延長ホース、40m ね、今回ご提供いただきましたけども、20m だけでもね、売ってますんで、これもね、あるとかなり便利かなと思います。はい、今回ね、ガイド様のね、この19メガパスカルの高圧洗浄機、こちらの方をね、使わせていただきました。ガイド様はね、私のチャンネルのスポンサーとしてね、ご提供いただきましたので、またね、何か商品があったらね、ご紹介の方していきたいと思います。はい、じゃあね、今回はガイド様の、エンジン式高圧洗浄機ね、こちらのご紹介でした。ありがとうございました。